皆さんこんばんは。本日も文化話チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はいつもとちょっと違うんですけれども、プロッターマップというものを作りましたというお話をします。よければ最後までご視聴ください。プロッターマップなんですけど、すでに Twitter とかインスタとか、あと YouTube の投稿とかにも確か上げていると思うんですけれども、一応プロッターさんの公式サイトにはこのようにショップリストというものがあって、プロッターの取扱店舗を確認することができます。地域別にある程度確認することができるんですけれども、文房具屋さんのどこどこ店とか住所は載っているんですけど、地図として見ることができないんですね。なので今回これを Google マップに落とし込んだプロッターマップというものを作成しました。それがこちらです。左側を見るとこのように取扱店舗の文房具屋さんがずらーっと並んでいます。例えば伊東屋玉川店と押すとこのようにズームされて場所が出てきます。私のチャンネルもおかげさまでチャンネル登録者数が1400人を超えて、プロッターに興味を持ってくれる方、そして実際に購入してくださった方などのご報告をいただけるようになってきました。本当にありがとうございます。プロッターって実は取扱店舗がまだそんなに多くないんですよね。近所の文房具屋さんに行ったらプロッターがないなんてこともあります。せっかくプロッター気になって見に行ってくれたのにお店が見つからないっていうのはちょっと大変なので、そういった興味を持ってくれた方が自分の家の近くの取扱店舗を気軽に探せるようにと思ってこちらのマップを作りました。プロッターマップを作ったきっかけなんですけれども、私も実際にプロッターを見に行くために近くの文房具屋さんに行ったらプロッターないかなって探したりするんですけれども、マップを見てみると東京とかこの大阪の方とか主要な都市にある程度集中しているっていう感じはあるんですけれども、意外とないんですよね。まだまだメジャーな取扱商品ではないっていうのを実感しています。私のチャンネルでプロッターの次によく出てくるトラベラーズノートですね。トラベラーズノートは割といろんな店舗で置いていると思うんですけれども、トラベラーズノートよりも取扱店舗が非常に少ないです。プロッターをお目当てで文房具屋さんに行くときは、近くの文房具屋さんにフラッと行っても見つからない可能性っていうのが非常に高いです。めちゃくちゃ大きな文房具屋さんだったら割と置いてるんですけれども、例えばロフトでもロフトのどの店舗に行くかで商品があったりなかったりもしますし、ロフトさんとか東急ハンズさんとかワンフロアが丸々文房具コーナーになってるぐらいの規模であればプロッターを売ってる可能性は非常に高いんですけれども、そもそもショッピングモールとかに入っていて、ワンフロアの中に文房具があって生活用品があってとか、いろんなものが集約されているような店舗さんだとない可能性が高いような気がしています。これは私が都内で歩き回った肌感でしかないので、ちょっと他の部分は何とも言えないんですけれども、とにかくプロッターの取扱店舗を調べないで行ってしまうと、そもそも置いていないお店に出会う可能性の方が非常に高いです。なのでよければ近くのプロッター取扱店舗を確認して行ってみてほしいなっていうのが一つ。でも今回実際にプロッターマップを作ってみて思ったのは、プロッター取扱店舗少ないって感じながら作っていたんですけど、実際に作業してみると思っていたよりも取扱店舗が多いなと感じました。そして意外とその首都圏以外のところにもこのお店にプロッターあるんだみたいな発見もありました。公開してもう 2,3 週間ぐらい経つんですけれども、このマップを利用して実際に近くの取扱店舗にプロッター探しに行ってくれた方とかも何人かいらっしゃったり、そしてこのマップをきっかけに近くにあるんだったらプロッター買ってみようかなって思ってくださった方とかもいらっしゃるようです。本当にありがとうございます。そしてもともとプロッター好きで持っている方でも
ちょっと足を伸ばせばプロッターのお店あるんだっていうことを知るきっかけになってくださった方もいらっしゃるようです。いろんな使い方ができると思いますので、ぜひ地元にプロッターの取扱店舗がなくても、旅行とか出張のついでにプロッター見に行こう、何かそういったきっかけになってくれてもいいなと思っています。私がプロッターマップ作ろうと思ったきっかけは、私は都内に住んでいますので、割とプロッター取扱店舗が近くにあるんですね。一駅の中でも3店舗ぐらいあるとか、そういった環境なんですけれども、こちらのプロッターを探すのに結構時間をかけました。こちらはリス仕様のナローサイズのワインなんですけれども、プロッターって革の種類とかサイズがめちゃくちゃ多いんですね。通常ラインナップのサイズで言えば、英語、バイブル、ナロー、ミニ6、ミニ5の5サイズあります。そして革もプエブロ、リスシオ、シュリンク、今基本的にはこの3種類の革があります。ナローサイズの取り扱いってプロッターの取り扱い店舗の中でも比較的少ない感じがしています。革の種類、そして革の色も各ラインナップから3色4色と出ているので、レザーバインダーの種類だけでものすごい量があるんですね。先ほども言ったように大型の店舗、例えば銀座の伊東屋さんとかになると、割とほとんどのサイズ、ほとんどの革、ほとんどの色がサンプルとして展示されているんですけれども、取扱店舗といってもプロッターのリフィルを取り扱いしている店舗、あとはバインダー取り扱いしていても英語とバイブルサイズだけとか、あとはミニ5とミニ6だけとか、バイブルとミニ5だけとか、全ての商品を全部のお店が取り扱いしているわけではないんですよね。リス仕様のワインを選ぶときは絶対に虎模様がかかった子がいいって決めていたので、それに出会うまで探し回ったんですけれども、その時に池袋にプロッター取扱店舗が当時は3店舗ぐらいあったので、3店舗全部はしごしたんですけど、そのうちの1店舗しかリス仕様のナローのワインは取り扱いがなかったしとか、結構大変な思いをしました。なかなか見つけられなくてプロッターデビューできない、プロッター買えないっていうのもちょっと寂しいので、うまく活用していただければなと思います。例えばブックファーストの新宿店さんだと、取扱いサイズ英語とバイブルサイズありました、で革もプエブロリスシオシュリンクがあるようですみたいな、こういった情報とかもより詳しく表示できたらいいなと思っています。何せ私一人で作っているので、なかなか都内のこれだけの店舗、都内とか関東圏のこれだけの店舗を回るのもそもそも大変だし、地方の方とかはなかなか見に行けないしとか、そういった状態なので、もしお近くの店舗に行ってプロッターのこれありましたとか、皆さんに役立ちそうな情報があれば、随時 Twitter だったり YouTube のコメントでもいいし、インスタの DM とかでもいいし、情報いただけると追記しますので教えてください。プロッター購入しましたよとかって言ってくださった方にはおめでとうと言いに行きますので、ぜひ教えてください。というわけで今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。